AI 融合、遺伝子操作、人類はどこへ向かうのか。遺伝子を書き換える時代の到来。もし生まれる前に子供の遺伝子を選べるとしたら病気になりにくく、運動神経が良く、記憶力も高い、そんな理想の人間を作ることができる未来がすでに始まっています。遺伝子を編集できる時代。それは生命の可能性を広げるのか、それとも人間を作り物に変えるのか。科学の手がついに命の土台に届きました。人の身体は数十兆個の細胞からできています。その一つ一つに DNA という設計図が記録されています。この中には目の色や身長、臓器の働きや病気のなりやすさまで、私たちの体の情報が細かく書き込まれています。つまり私たちの性質の多くは生まれた時点である程度決まっているのです。しかし今はその設計図を書き換えることができるようになってきました。代表的なのがクリスパーキャス9と呼ばれる遺伝子編集技術です。この技術を使えば DNA の中の特定の部分を正確に切り取り、別の情報に入れ替えることができます。まるで文章を修正するように生命のコードを編集することが可能になったのです。例えば遺伝性の病気を引き起こす遺伝子を取り除くこともできます。あるいは将来かかりやすい病気のリスクを減らすことも目指せます。この技術が進めば病気の予防や治療の形は大きく変わっていくでしょう。さらに治療を超えた使い方も視野に入っています。運動能力を高める、記憶力を強化する、老化を遅らせる、そうした強化や選別も技術的には可能だと言われています。実際に一部の研究ではそうした方向への応用も始まっています。しかしここには深い問題があります。技術として可能であることと社会として許されることは別です。能力を高める目的での遺伝子編集が広がれば、優れた遺伝子を持つ人とそうでない人との間に新たな格差が生まれるかもしれません。倫理や公平性の議論は今まさに世界中で行われています。また編集された遺伝子が子孫に受け継がれる場合、その影響は未来世代にまで及びます。一度書き換えられた DNA は元には戻せません。その重みを考えたとき、技術の使い道には慎重さが求められます。遺伝子を書き換える力を手にした人類は生命そのものを設計できる段階に入りました。それは大きな進歩であると同時に新しい責任を背負うことでもあります。未来をどう作るのかは技術そのものではなく、それを使う意思と判断にかかっているのです。 AI と脳の融合が生む新人類。人の脳とコンピュータが直接つながったらどうなるのか、思考だけで検索し記憶を保存し感情すら共有できる世界。それは人間の限界を超える進化か、それとも人間性の終わりか。今その境界線に手が届こうとしています。私たちは日々の生活で様々な場面において AI を使っています。スマートフォンの音声アシスタント、翻訳アプリ、顔認証や自動運転。 AI はもはや遠い未来の話ではなく、私たちのすぐそばで機能しています。けれど今語られているのはそれをさらに一歩進めた技術です。人間の脳そのものとAI を直接つなげるという試みです。この分野はブレインコンピュータインターフェースと呼ばれています。脳波を読み取り思考をデータとして扱い AI に伝えることが可能になりつつあるのです。例えば文字を打たなくても頭の中で考えるだけで文章が画面に現れる。あるいは視覚を失った人が AI を通じて映像を感じるようになる。このような技術がすでに試験段階に入っています。アメリカの企業ニューラリンクは脳にチップを埋め込み実際に人間との接続実験を進めています。ここで重要なのはただ便利になるという話ではありません。この技術が進めば人間の記憶容量を増やしたり思考スピードを上げたりすることが現実のものとなるかもしれません。つまり脳の性能そのものを AI の力で拡張できる可能性があるのです。しかしこうした進歩にはリスクも存在します。外部から脳に信号を送り感情や意志に影響を与えることが可能になれば、それは人間の自由意志を脅かす危険にもつながります。誰かが他人の思考にアクセスすることができる世界はプライバシーの概念を根本から揺るがします。また AI と脳が結びついた存在は果たして今までの人間と同じと言えるのでしょうか。肉体は人間でも意識や情報処理が AI によって強化されているとしたら、それはもう別の存在かもしれません。人間と AI の境界はこれからますます曖昧になります。この融合が進めば人間の可能性は大きく広がるでしょう。しかしその一方で、どこまでが人間でどこからが機械なのかという問いが避けられなくなっていきます。新しい知能の形は新しい倫理の問題を生み出します。それは便利さだけでは語りきれない深い選択を人類に迫るのです。人間の意識は保存できるのか。もし意識をデータにできたら死んでも自分は存在し続けるのか。肉体の限界を超えた意識は
人間と呼べるのか。今科学は魂にまで触れようとしています。人は記憶と思考、感情によって自分を認識しています。それらは全て脳内の電気信号として動いています。この仕組みを完全に理解しコピーできたとしたらどうなるのでしょうか。意識そのものをデータとして保存できる未来が本当に来るかもしれません。この考え方はマインドアップロードと呼ばれています。脳の構造と神経回路を細部まで解析し、それをコンピュータ上に再現するという試みです。もしそれが成功すれば、人は肉体に縛られず情報の存在として生き続けることになります。実際に世界の研究機関やテクノロジー企業は脳のスキャン技術や神経モデルの再現に力を注いでいます。例えば脳全体をナノ単位で記録する技術や記憶の形成過程を AI で模倣する実験などが進行中です。まだ完成には遠いものの、部分的な再現は少しずつ現実になっています。この技術が実現すれば、病気や事故で肉体を失っても自分の意識は別の媒体で存続できる可能性があります。高齢化社会において記憶の保存や人格の延命という形で注目されているのも事実です。しかしここで問われるのは、それは本当に自分なのかという問題です。データとして保存された意識は自分の記憶や性格を持っていたとしても、それはあくまで複製に過ぎないのではないか。心とはただの情報なのか、それとも何か別のものなのか。この問いに明確な答えはありません。また意識の保存が可能になった場合、人間の死生観そのものが揺らぎます。死は終わりではなく情報の転送になるかもしれない。そうした未来が現実になれば、社会の価値観や倫理観も根本的に変わっていくでしょう。科学は魂の存在を扱う段階に差し掛かっています。意識を保存するという技術的な挑戦は人間の本質に関わる深い問いを投げかけています。情報として生きる存在に人間らしさは宿るのか。それは私たち自身が答えを出さなければならない問題なのです。不老不死は倫理を超えるのか。年を取らず死なない身体が手に入ったとしたら、それは人類の夢か、それとも制御できない欲望か。不老不死という言葉が現実味を帯びた今、永遠に生きることの代償が問われています。老いることは生きることと切り離せない自然の流れです。しかし近年、その流れを止める技術が現れ始めました。再生医療や遺伝子治療、細胞の若返り研究が進み、人間の寿命は確実に伸びています。特に注目されているのがテロメアという細胞の仕組みです。細胞が分裂するたびに短くなっていくこの部分は、いわば寿命のカウントダウンのような存在です。そのテロメアを保護したり再生したりすることで、老化を大きく遅らせる技術が研究されています。また、全身の細胞を若い状態に戻す初期化技術や、壊れた臓器を人工的に作り変える臓器再生も現実味を帯びています。これらがさらに進めば、100年、200年と生きる人が当たり前になる未来も考えられます。老いることが選択になる、そんな時代が目の前まで来ているのです。しかし、ここには重大な問題が潜んでいます。一つは、社会のバランスです。寿命が極端に伸びれば、人口が増えすぎ、資源や仕事、住まいが不足する可能性があります。高齢者が働き続けることになれば、若者の役割はどうなるのでしょうか。社会の構造そのものが変わらざるを得ません。もう一つは、倫理の問題です。本来、死は命の終わりとして全ての人に平等に訪れます。それが技術の力でコントロールされるようになると、生きられる人とそうでない人の間に新たな格差が生まれます。お金がある人だけが寿命を延ばし、限られた人間だけが永遠に近づくとしたら、それは本当に公平と言えるのでしょうか。さらに、終わりのない人生に果たして意味はあるのかという問いもあります。限られた時間の中で生きるからこそ、人生は輝き、選択に価値が生まれるのではないでしょうか。永遠に生きることが可能になった時、人は本当に満足するのか、それとも終わりのない時間に疲れてしまうのか。科学では答えられないこの感情の問いこそが人間性の核心なのかもしれません。不老不死の技術はただ寿命を延ばすだけではありません。それは人間とは何かという本質に踏み込む力を持っています。だからこそ技術の進歩とともに人間の倫理もまた深く考え直す必要があるのです。自然淘汰から意図的進化へ。これまで人間は環境に合わせて進化してきた。今、進化の主導権は自然から人へと移りつつある。人類は自分自身の姿を選び始めた。その選択が取り返しのつかない未来を導くかもしれない。進化とは生き延びるための選択の積み重ねです。気候、環境、捕食者、病気、それらに適応できた種が生き残り、次の世代へと受け継がれてきました。これを自然淘汰と呼びます。そこに人の意思はありません。ただ、自然の中で偶然に選ばれてきた結果が今の私たちの姿です。しかし、
今や人類は自分自身を設計し始めています。医療の発展、遺伝子編集、人工知能の導入、それらの技術が進むことで人間の体や脳、さらには寿命までもが意図的に変えられるようになってきました。例えば運動能力の高い遺伝子を持つ子供を選ぶ、あるいは老化しにくい細胞を持つ体を設計する。こうした選択はすでに研究段階を超え現実の課題となりつつあります。これはもはや進化ではなく設計です。自然に委ねるのではなく、人が望む方向に自分を進化させようとしているのです。ここで生まれるのは正しい人間像という危険な幻想です。もし多くの人が特定の能力や外見を望むようになれば、個性は失われ画一的な人類が増えていくかもしれません。さらにそうした進化にアクセスできる人とできない人の間には深刻な分断が生まれます。それは自然環境による選別ではなく、社会と技術による選別です。またこうした進化のコントロールは誰が責任を持つべきかという問題もあります。個人なのか企業なのか国家なのか、どこまでを許しどこからを禁じるのか。明確なルールがなければ技術だけが先に進み、社会の倫理が追いつかない危険があります。人間が人間を作る時代、それは新たな創造の可能性であると同時に制御不能な未来への入り口でもあります。進化の主導権を握った人類は自らの未来を選べる存在となりました。しかしその選択はこれまでの自然の営みとは比べ物にならない重さを持っています。技術による進化が進む今、人間とは何を守るべき存在なのか、その問いを持ち続けることこそがこれからの時代に必要な意志なのです。私たちはまだ人間なのか。身体を機械に置き換え脳を AI とつなげるそんな存在はまだ人間と呼べるのか。私たちは進化とともに確実に境界を越えつつある今、問われているのは人間らしさとは何かということです。手足を失った人がロボットの義手で再び動かせるようになる。言葉を話せない人が脳波で AI と対話できるようになる。こうした技術は今や医療現場で現実のものとなっています。人の機能を補うだけでなく拡張する技術も生まれつつあります。脳にチップを埋め込み、思考とコンピュータを接続する研究、感情の動きを数値化し AI が行動を予測するシステム。こうした技術の進歩は人間の定義そのものを揺るがしています。もはや心と体という従来の区分では人間を語りきれなくなってきました。サイボーグという言葉は以前は空想の中の存在でした。しかし今では人工の臓器、脳インプラント、感覚拡張装置といった技術によって現実の選択肢となりつつあります。それらを利用する人々が増えるにつれ人間の範囲は広がり曖昧になっていきます。さらに問題なのはどこまでが許されるのかという基準がまだ定まっていないことです。目が見えない人が視覚装置を使うのと健康な人が夜でも見える装置を使うのとでは意味が大きく異なります。後者は人間の限界を超える強化であり、それが当たり前になれば新たな競争や格差を生むことになります。また脳に直接情報を送る技術が普及すれば人の考えや感じ方すら外部から操作できる時代がやってきます。自由意志や個性といった人間性の根本が危うくなる場面も想定しなければなりません。ここで立ち返るべき問いがあります。私たちはどのような状態になったら人間ではなくなると感じるのか。肉体の有無なのか、感情の深さなのか、それとも他者とのつながりなのか。明確な答えはありませんけれど、この問いに向き合い続けなければ技術だけが人間を置き去りにしてしまいます。人間であるとはどういうことか。それは定義するものではなく問い続けるものです。変化が進むほどその問いの価値は高まっていきます。そしてその問いを手放さない限り私たちは人間であり続けられるのかもしれません。それでも人間でありたい理由、どれだけ進化してもどこまで強くなってもそれでも私たちは人間でありたいと願う。それは技術では作れないもの。ただ人だけが持ち続ける弱さと思いにこそ人間の本質があるのかもしれません。人類はかつてない進化の選択肢を手に入れました。遺伝子を編集し AI と脳をつなぎ意識すら保存しようとしています。病も老いもあるいは死さえも乗り越えようとする技術が現れました。そして今私たちは初めて自らをどのような存在にするかを選べる立場に立っています。しかしそれは同時に深くて重い問いを突きつけます。進化の先に残るのは人間なのでしょうか、それとも人間の形をした別の存在なのでしょうか。技術がどれほど進歩しても全ての人が同じ方向を望むわけではありません。速さや強さを手に入れても感情の揺らぎや迷いを手放したくないと思う人もいます。完璧であることが人間らしさと一致するとは限らないのです。人間は非効率で
不完全で失敗もする存在です。けれどその中に誰かの痛みに共鳴したり、報われなくても挑戦を続けたりする姿がある。それこそが人間らしさの核なのかもしれません。効率だけでは測れない時間があります。計算ではたどり着けない関係があります。論理では割り切れない思いがあります。その全てを抱えてなお生きようとすることに私たちの価値があるのではないでしょうか。もしあらゆることが選べる時代になっても、あえて不確かさを受け入れ、弱さを見つめ、他者と心を通わせるその姿勢を手放さない限り、私たちは人間であり続けることができるはずです。進化の先にある未来はまだ誰にも見えていません。だからこそ自分たちが何者でありたいのかを問い続ける必要があります。それが人類が人類であるためのたった一つの確かな道なのです。